リスニングとスピーキングを同時にアップさせる新しいメソッドです。この道は狭くて車が通りにくいです。この道は狭くて車が通りにくいです。この道は狭くて車が通りにくいです。こんにちは、はるなです。今日も一緒に頑張りましょう。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。これは駅の近くにある病院です。これは駅の近くにある病院です。これは駅の近くにある病院です。This is the hospital near the station. これは駅の近くにある病院です。このペンは使えないので、新しいのを出してください。このペンは使えないので、新しいのを出してください。このペンは使えないので、新しいのを出してください。This pen doesn't work, so please bring out a new one. このペンは使えないので、新しいのを出してください。朝の会議で資料を配りました。朝の会議で資料を配りました。朝の会議で資料を配りました。I handed out materials at the morning meeting. 朝の会議で資料を配りました。棚の上に古い雑誌が置いてあります。棚の上に古い雑誌が置いてあります。棚の上に古い雑誌が置いてあります。An old magazine has been placed on the shelf. 棚の上に古い雑誌が置いてあります。この道は狭くて車が通りにくいです。この道は狭くて車が通りにくいです。この道は狭くて車が通りにくいです。This road is narrow and hard for cars to pass through. この道は狭くて車が通りにくいです。面接の前に静かな場所で待っていてください。面接の前に静かな場所で待っていてください。面接の前に静かな場所で待っていてください。Please wait in a quiet place before the interview. 面接の前に静かな場所で待っていてください。彼女はエプロンをつけて台所に立っています。彼女はエプロンをつけて台所に立っています。彼女はエプロンをつけて台所に立っています。She is wearing an apron and standing in the kitchen. 彼女はエプロンをつけて台所に立っています。同僚はこの提案に反対だと言っていました。同僚はこの提案に反対だと言っていました。同僚はこの提案に反対だと言っていました。My colleague said they are against this proposal. 同僚はこの提案に反対だと言っていました。旅行中にスマホをなくしたことがあります。旅行中にスマホをなくしたことがあります。旅行中にスマホをなくしたことがあります。I have lost my phone while traveling. 旅行中にスマホをなくしたことがあります。急いでいたので間違った書類を送ってしまいました。急いでいたので間違った書類を送ってしまいました。急いでいたので間違った書類を送ってしまいました。I was in a hurry and ended up sending the wrong document. 急いでいたので間違った書類を送ってしまいました。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。これは駅の近くにある病院です。このペンは使えないので、新しいのを出してください。朝の会議で資料を配りました。棚の上に古い雑誌が置いてあります。この道は狭くて車が通りにくいです。面接の前に静かな場所で待っていてください。
彼女はエプロンをつけて台所に立っています。同僚はこの提案に反対だと言っていました。旅行中にスマホをなくしたことがあります。急いでいたので間違った書類を送ってしまいました。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。これは駅の近くにある病院です。このペンは使えないので新しいのを出してください。朝の会議で資料を配りました。棚の上に古い雑誌が置いてあります。この道は狭くて車が通りにくいです。面接の前に静かな場所で待っていてください。彼女はエプロンをつけて台所に立っています。同僚はこの提案に反対だと言っていました。旅行中にスマホをなくしたことがあります。急いでいたので間違った書類を送ってしまいました。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。彼は最近忙しすぎると言っていました。彼は最近忙しすぎると言っていました。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。バイバーイ。メールマガジンに登録していますか？毎日動画のスクリプトと日本語の豆知識をお届けします。もっと日本語を上達したい人は説明欄のリンクから登録してね。